今日は、今日は激うつデイですね。めちゃくちゃ気分が良くなかった。なんかやらなあかんことも全然できんかったし、ダメでしたね。その時は後回しにするってもう腹くくって決めんねんけどさ、結局いつかはやらなあかんやん。だからもうなんかそれにこうやらないとみたいなのと動けへんなーでこう葛藤してもう嫌になって地面でうずくまってた。減量キーマカレー。カレー粉入れてない。これは鶏胸肉とパプリカと玉ねぎ、新玉ねぎと人参でトマト缶入れて煮込むのみ。ほんで生姜じゃないわ、ニンニクとちょっとクミンとかオレガノとか適当に家にあるスパイスをちょっとだけ油で最初に炒めてこうしてる。キーマカレーなんて何入れてもいいから適当で。スーパーに行くとさ、鶏胸のひき肉が、このキーマカレーの鶏肉を買うためにスーパーに行って、で鶏胸肉の丸の鶏胸肉とミンチ状のやつのグラムでのさ 100g いくらみたいなのあるやん、値段。あれ見たらミンチにするだけで110何円とかになって、丸々やったら 100g あたり88とかやったんやけど、なんかやっぱこういうの大事よな。だから家丸々で買ってフードプロセッサーで砕いてやります。なんか喋り出して、サブちゃんで喋り出して3日目か。やっぱ喋るって大事よな。その自分の状況を日記みたいなもんでさ、日記書くと自分の気持ちがさ改めて認識できるやん。どういうこと感じてたなとか。だからこうやって喋ることもあんまり今日は体調が優れないんですが、こういうのも大事やなって思う。完成。今食べへんねんけど、最近ハマってるさお餅がありまして、僕は桜餅がすごい好きで、これなんて読むんやろ、これ道明寺合わせ草餅っていうこれがあって、なんか桜餅めちゃくちゃ好きで、この塩漬けされたさ桜の葉っぱとかそのまま食べるんよ。それがすごいうまくて、で桜餅好きでこれを最近買ったんやけど、桜餅をまさかのこっちが超えてきまして、こいつが
よもぎ餅かな。こいつがもうめちゃくちゃうまい。もう信じられへん。ずっとこれ口に入れてたいぐらい食感がいい。なんて言ったらいいの、滑らかな餅、柔らかさがなんかドンピシャ、柔らかすぎないみたいな。もうとにかくこいつがなんか桜餅超えてきてびっくりっていう感じ。マジでうまい。おすすめ。あとなんかせなあかんかったな。何してたんやろ。もう洗い物がをさ、ちょっとできひんくて、あんまり。まあこれは今使ったやつなんやけど、こっちがまあ昨日の残骸というか、もう昨日も何もできひんくて、まあなんかやってんねんけど、いろいろやってんねんけど、ちょっともう調子が良くなさすぎたので、1日貯めるとこうやってなんか乾いてる間の洗い物ができないよっていう。だから洗い物は毎回しましょうねっていう話なんやけど、ちょっと無理やった。今日も何かに答えたい。一星君の幸せについて教えてくださいっていう質問があったんやけど、なんか去年の初めぐらいにさ、1年に1回振り返りで自分の幸福論みたいな、幸せについてみたいなのをその年で喋ってこう記録してこうみたいなことを言って、今年入ってまだしてないよな、確か。やってないですね。これやりましょうって言ってやらへんからメモして残しておくんやけど、このメモも見えひんっていうな。節約のためにしてることあれば教えてほしいです。さっき言ったなんかやっぱ食材、外食に行かないとかさ、食事ってやっぱさ、一番どんだけでも跳ね上がるやん。食事は一番ちゃんと自炊するっていうのは、まあある程度健康的で味も保証されるものを食べれるから自炊を僕はしている。節約もできるし、ある程度美味しいものも食べれるし、あと自分の気分で食べたいものを作れる。節約は一人暮らしとかやと、まあ電気、水道、ガスとかさ、その3つあるけど、まあそういうのって大体節約できてもちょっと安いとこで契約するとか、まあ水使わへんって言ってもさ、水使わずに生活したらまあまあしんどいやん。そんな無理してお風呂入らへんとかになってくるし、そのためへんとかさ。だからそういうところの節約はまあ大事なんやけど、水なんかちょっと多めに出したところで月ほんまに数百円、まあ1000円ぐらいじゃない、せいぜいそれぐらいしか変わらへんのよ。だからなんかもっと固定費で携帯代とかそういうところやな。マジ携帯代はでかい。格安シムとかにしてないと年間ほんまに何万、5、6万とか変わるんじゃない、年間で。だからまあ格安シムに乗り換えるのはもう絶対した方がいい。僕は2020年ぐらい、20歳ぐらいの時にやったかな。楽天モバイルが最初に出た時らへんに、なんか楽天モバイルって月々3000以内とかやったんやけど、最初のキャンペーンの時ってその新規でこういっぱいお客さん入れるために1年間無料みたいな、その時に契約した人はそういうのをやってて、その時に店舗でその契約するのの予約を入れたんやけど、その日に忘れててそこで行けず楽天モバイルにはなってない。だからもともと au 使ってたから今は UQ モバイルにしてる。あとは最近なんか食費とかは、まあ僕はもうこういうことを知ってるからさ、食費をあんまりこう抑えようとかはそんなに思わへんねんけど、なんかもっとさ、いろんな料理作りたいし、そういうとこ抑えちゃうとさ、動画もつまんなくなっちゃうやん。
からそういうとこあんま気にせえへんけど、普段の飯とかはこう、普段の飯まあなんか普段とこの動画の境界線が絶妙なんやけど、まあまあまあそういうこう割り切って気にしない、もう値段気にしないよっていう料理する時と、それ以外みたいな考えかな。そういう感じで買い物する時は意識してる。んでだからもうさ、カードとかで最近はさすぐ払うけど、もうなんかそういう料理用の財布でじゃあ2万円とか入れといて、そこでスーパーで払ってくるとかもありかなって思ってる。その方がなんかいくら使ってるかは把握できるやん。カードやったらなんかまあそんな無駄遣いはせえへんからあれやけど、なんかいくら使ってるんやなみたいな実感がないから、まあ、そういうのはありかなと最近思ってる。おすすめの休日の過ごし方、なんか前日にさパンこねて、でパン焼いて、そのパンでさサンドみたいなの作ってさ、次の日ピクニック行くとかどう？めっちゃよくない？もうちょっとあったかくなったらやろうかな。パン作って、最近めっちゃパン作りたいんやな。なんかパンのリール見てたらパンのリールばっか流れるようになっちゃって、なんかサワードブレッドっていう小麦粉と水を混ぜて、ちょっとほんまに少量1対1ずつでなんか小麦粉と水混ぜて、そこでその中でこう数日1週間ぐらい置くんよ。それを毎日混ぜて水と小麦粉を加えてっていうのを1週間ぐらい続けて、そしたら中でこう菌が勝手にこう働いてくれて、まあ、パン作り作る時にさイースト菌とかさ、こう発酵をするための菌をさイースト菌とかで入れるやん。だからイースト菌の代わりになるのを小麦粉と水だけでこう混ぜて作るみたいなサワードブレッドみたいなのがあんねんけど、それ作りたいなって思ってる。めっちゃ面白くない？それのなんかサワードスターターみたいな言うんよ、その菌のことを。それがすごい面白くて、なんかプクプクこう生地がこうなってて、それがおもろい。花粉の乗り越え方マジで頭痛すぎ。花粉の乗り越え方は、僕は花粉症歴何年？高校生の高1かな、高1ぐらいに花粉症になった気がする、本格的に。だからもう結構花粉症歴長いんやけど、一回この今のシーズンってさ、ちょうど3月から4月にかけるぐらいで、もうスノーボードが終わりのシーズン、春スキーみたいな感じのシーズンに入るんよ。その時に長野の時に、志賀高原の方のスキー場に行って1日滑って、でそこで帰ってきて、そこから1週間ずっと熱が出て、微熱が37度とかがずーっと熱出まして、この熱何と思って、んで花粉症の薬飲んだら熱が下がるんよ。もしかしてこれ花粉のアレルギーで熱出てんのかなと思って、んでストーリーで花粉で熱出たことある人いますかみたいな聞いたら、何人かから来て熱出るよみたいな。だからまあまあひどいかも、薬飲まんかったら。でもちゃんとやっぱり耳鼻科に行きまして、耳鼻科に行って、まあちゃんと花粉症の薬と点鼻薬大事、あと目薬、この3つをもらってる。目はそんなに痒くならんねんけど、まあめちゃくちゃもう目洗いたいとかではない。だからその薬を、花粉症の薬を朝夜って飲んでなんとか過ごしてる。あと小麦うんぬんとか言うやん。あれはまあ確かにまあゼロにしたらなんか聞く人もいると思うんやけど、なんか現実味がなさすぎる。
小麦をまずゼロ摂取するっていう、ゼロにするって、この世の中でかなりのものを犠牲にせなあかんよ。だから僕はもうそういうのはあんま考えてないですね。あんまこの時期にパスタめっちゃ食うとかはせえへんけど、なんかそんなにゼロにするんだみたいなことは しない。花粉以外で不幸になりそう。だからちゃんと病院に行って、その3つ点鼻薬は結構効くよ、鼻水は。でこの人は頭が痛いって言ってるから、ちょっと頭が痛いはどうなんやろ。結構もうあれなんじゃない、自分の熱が出た状態に近い出方してるから、ほんまになんかちゃんと病院で薬もらってちゃんと飲んだ方がいいと思う。そしたらマシなんじゃないかな。で杉が4月ぐらいまで、4月半ばぐらいまで飛ぶんかな。そっからゴールデンウィークまでヒノキに変わるから、自分は杉の方がその強くてアレルギー反応が。でヒノキになってくると鼻水は出るけど、ちょっとマシみたいな。そこ杉乗り越えればちょっとだけマシ。だからヒノキ終わるシーズン、ゴールデンウィークぐらいまで薬は飲むって感じ。でも僕は結構それで普通に生活できてる。薬飲まんかったらほんまに外簡単には出れへん。ティッシュ持ってないともう鼻のキャパがさ、鼻水でパンパンになるから呼吸できひんのよ。けど薬飲んでれば全然マスクなしでも出れる。マスクした方がいいんやけどな。こう日中に吸い込んで夜にこう反動でこう来るみたいなのがあるからした方がいいんやけど、マスクなしでも一応いけるっちゃいけるって感じ。薬ずっと飲むし。だからちゃんと病院に行って薬もらいましょうが、もうそれ以外ない。あとなんか舌下免疫療法っていうのが最近の主流らしくて、なんかその薬以外でのアプローチが、この舌下って舌の裏側に多分花粉をちょっとずつこう取り込んで、この花粉のオフシーズンの間にちょっとその免疫の反応を慣らしていこうみたいな感じでゆっくりやっていくんやけど、それがなんか最近は主流になってるっぽいよ、それ薬以外では。杉の木ってさ、その戦後こうバーってこう戦後にこう家がいっぱいなくなったやん、戦争で。それの家の建築の材を集めるために昔の政府がもう杉をたくさん植えろって言って、もうこう山中が日本の自然の十何パーとか占めてんのかな、杉がらしいねんけど。だからそうやってこうバーって政府が植えろって言って植えたんやけど、その後輸入の木材が安くなったり、その木切る人が結局切っても儲からへんみたいなって、その杉が放置されてる。その時に植えた杉の木がいい感じに成長してきて、今がその花粉をめっちゃ飛ばすピークらしい。でもうちょい上の方、東北とかに行くとまだそのピークまでは杉が成長してなくて、だからもう20年とか30年とか経った頃にはもうちょっと花粉を出せる元気な木がなくなるから、それが結構なんか花粉なくなるかもみたいな感じで言われてる、専門家の人は。だから自分たちが50歳とかになったら花粉大丈夫になるんじゃない？それまでは舌下免疫療法とかで対処するみたいな感じ。でも僕結構今林業やりたいなみたいな、なんか木に関わってたいんよ。木を加工して生きていきたい。木を切ったりしていきたいんよ。生きていきたい。だからそのさ、放置された杉林とかさ、杉林ってキノコ生えへんねんで。こう杉の木ってこう太陽の光も入れへんし、こう葉っぱもあんま落ちひんのよ。落葉する木じゃないから。だから地面にこう葉っぱが落ちひんってことは土ができひんくて、で杉自体の根っこも浅いから、すごい森がこう砂漠化していくみたいな、そういうのが問題で、そのせいで根っこが浅いせいでこの土砂災害とか
根っこが深いとさ耐えれるやん。土の中でこう根っこが張ってるとちょっと雨が降っても耐えれるんやけど、杉は根っこが浅いし土も作らへんから、そのままバーってこう流れちゃうみたいな。だからそういうのちょっと変えたいよなって。もうちょいちゃんと本来の自然に戻してあげたいなみたいな思うな。だから林業ってなんかそういうので言うといいなって思うんやけど、どうなんやろな実際。まあそうでなくてもなんか山の土地買って自分でこう杉とか管理して、その山もさそんだけ人間がいじっちゃうとさ、また人間が戻さんと元に戻らへんから、なんかそういうのやりたいよな。あと森っていうレベルがあって、レベルこう段階、一回こう焼け野原になったとしたら、最初にこういう植物が出て、次にこういうのになって、こうこうこうみたいなっていう段階があるんよ。そういうのが面白くて、なんかそういう段階を自分で見ていけたらめちゃくちゃ面白そうやなって思う。ちょっと味見しよう。うまい。あ、いいな。辛。今日はここまでにしよう。なんか喋ろうと思ったらいくらでも喋れんねんけど、まあ毎日やりたいなっていうことで、今日はこの辺にしたい。明日は何答えようかな。なんかちょっとメンタル系いきたい。まあメンタル系結構あるな。何かを頑張らないといけない時のモチベとか、夜寝れてますかとか、孤独について話してもらえますかとか、なんかそれ系いこうかな明日は。さようなら。